俺元気玉って呼んでんだけど、オラに元気を分けてくれみたいな。で、その元気を、はいどうも皆さんこんにちは、サーリーの河野玄斗です。そして、まこです。今日は、ゲンゲンに聞きたいことがあってきました。なるほど。なんでしょう。ゲンゲンは、受験において、勉強の量も質もどっちも大事。っていう風に、よく話してくれてると思うんですけど。もちろん、どっちも大事だよ。ただちょっと今回別の角度で考えて、受験ってメンタルの部分も大事なんじゃないかなって思うんですよ。まあ大事だね。まあ大事だけど俺は困ったことないね。でも受験生はね、メンタルが、不安定になることとかもあると思うんで、今回ちょっと僕がね、一般受験生目線で、ちょっとゲンゲンさんにお悩み相談させていただけたらなと思います。OK です。模試の判定で、一喜一憂してしまうんですけど、どうしたらいいですかね。まあ、木の方は別にいいと思うんだよ。よっしゃこれからも頑張るぞって思ってくれればそれでよくて、勉強めっちゃ頑張ったのに落ち込んじゃうみたいな。まあわかる気はするけどね、気持ちは。けど、まあ逆に考えてほしくて、めっちゃ勉強したわけじゃん。けど点数に繋がらなかったわけじゃん。ということは、勉強方法が違った可能性があるわけよ。それに気づけるきっかけを与えてくれてるってだけで、めちゃくちゃその受験合格っていう大目標から考えると大きな進歩なんだよね。むしろ、じゃあその模試のその問題とか見て、この問題今回解けなかったな、次解けるようにするためにはどういう努力を今後していけばいいんだろうっていう風に、次につなげられるっていうところが、収穫だって思って、また新しい一歩踏み出してもらえればいいかなって思うね。あと、勉強法が間違ってないこともあると思うんだけど、成績の伸び方として、最初のうちはゆっくりいろいろ理解していくフェーズなわけよ。理解していく時って、あんま点数に直結しないじゃん。カチッカチッカチッって全部の理解をはめていって、よし、もう大体の全体像が分かったぞって思ったら、あとは細かい知識入れていくだけなんだよね。で、細かい知識を入れていくと、点数っていうのは伸びていくわけよ。で、理解を伴った暗記だから、当然覚えやすいし、しかも応用問題とかも解けるようになるわけだよね。まだ自分はこのノロノロ成長してるフェーズだなって思えば、そんなに別に気にする必要はないかなって思うね。結局、模試で一喜一憂するのって意味ないわけよ。だって、あくまで模試は手段で受験が目的。模試が目的ではないから。そこで別にダメだったとって、むしろこのダメだったっていう経験を経て、受験合格にぐっと近づけたって思えば、全然いいんじゃないかなと思うけどね。もう一つ質問なんですけど、その時の気分で勉強しちゃって毎日の勉強量にムラっ気があるんですけど、できたら継続的にやりたいなって思うんですけど、どうしたらいいですかね。今日気分いいから勉強たくさんしよっかなみたいな。そういうこと。今日気分乗んないから勉強しなくていいかなみたいな。そういうこととか、得意科目、苦手科目、得意科目しかやりたくないみたいな。やっぱ受験っていうゴールがあるわけじゃん。それで自分が余裕を感じてるならそれでもいいのかもしれないけど、余裕じゃなかったらなんでそうなっちゃうんだろうね。焦って、いや、いつが受験だよ分かってるみたいな。あと何ヶ月だよ。で、今この状況だよ。ライバルたちは勉強してて、どんどん前進してるっていうのをイメージしたら、そんなこと言ってらんないなってなるなと思って。とにかく、程よく焦るっていうのは大事かもしれないね。じゃあ逆に人から言われて追い込まれてしまう親にもっと勉強しなさいって言われて、したくないのにやることになって追い込まれちゃうみたいな時って。あるよね。いや、それはほんとね、メンタル的にはきつい。ただそれは、自分の気を強く持ってどうこうなるものっていうわけではない気はするから、俺これ音楽ライブとかで身につけたというか、ことなんだけど、やっぱ音楽フェスとかって、すんごい人の波があるわけよ。その波に抗おうとすると、しんどい。すんごい体力使うの。けど、もう本当にみんなが右行った時に、ふわーっともう右にふわふわ動く。みんなが左行ったら左ふわーって動いたら、何も疲れないし、痛くも何もないのよ。すんごい押されても怪我一つない。抗おうとすると、めっちゃヘトヘトになるっていう。これは、だから、大きい波に対しては、基本的に抗わず、同じ方向に進む。これが一番メンタルを削られない方法だと思ってて、親からの圧っていう強大な波があるわけよ。これに抗おうとして、いや俺勉強したくないとか、反抗するとかなりメンタルって削られるんだよね。
から同じ方向で勉強しなさいっていうのに対して、いや、俺も勉強したいしっていう風に、せっかく波の流れあるなら、それに乗って追い風だっていうぐらいのメンタルでうまく乗りこなしていくっていうのが、現実的な打開策かもしんないね。自分で自分を追い込みすぎる状況で不安定になることがあるんだけど、どうしたらいいですかね。それはどういうことスポーツとかならわかんないよ。疲労骨折とかで逆に体が動かなくなるとか。勉強だとどういう場合があるの？勉強量が足りないから、もっと勉強しなきゃって思って、睡眠時間削れちゃうとか。でもわかるなー、気持ちは。なんかね、本当に焦りすぎると寝れなくなるんだよね。意図して削ってるわけじゃなくて、寝れないなっていう時はあるから、寝れないならやるしかないよね。一応なんかね、脳科学的に目つむってるだけで疲れ取れるからってよく言われると思うんだけど、それ全然違う。あ、そうなんだ。寝れないなら体あえて横たわって目つむるだけみたいなことをする必要はないよね。計算に落とし込むと分かりやすいと思うんだけど、100% の効率で5日間勉強するのと、70% の効率で1週間毎日7日間勉強するんだったら、100×5 と 70×7 で5日間だけ 100% でやった方がいいわけよ。みたいな理論で、これ、勉強時間確保できてるけど、体がなんか持ってないなと思ったら、要は効率悪いわけじゃん。だったらちょっと休息をね、睡眠時間1時間増やすだけで、その勉強効率が上がるなら、そっちの方がいいよねっていう。試験本番で、めっちゃそのメンタルが不安定になって、失敗しちゃったみたいな浪人生とかいると思うんですけど、そういう人はどういう風にメンタルコントロールしたらいいと思う？まず俺の場合で言うと、試験の前日までは不安なのよ。でもこれは自分で受け入れてて、不安って悪いことじゃないと思ってるのよ。不安だからこそ、焦るから勉強するわけじゃん。要はその、不安に感じてることをエンジンにして、日々の勉強っていうのを加速させてるわけだから、その不安を利用してるってイメージだね。不安を利用して合格になるべく近づいてる。みたいな感じなんだけど、もう試験当日に関しては、やることないじゃん。その勉強っていうことに関しては。で、一気に切り替わって、なんか謎の自信に変わってくるんだよね。今の自分が合格するためにできる最善のことってなんだろうって思った時に、もう結局はメンタルだって思ったのね。で、今まで頑張ってきたこととかを思い浮かべながら、周りの人多分俺より勉強してないなって思って、いや、これ、俺が落ちたら誰が受かんねんみたいな。穴もあるのよ。自分の中で、あそこ出されたらきついなみたいなのたくさん出てくるんだけど、いや、でも、どうせ出されないみたいな。どうせ出ないっしょって、本当になんか急にね、自信買いなんだよ。だってここ、俺ができないぐらいだから、みんなもできないっしょみたいな。で、あとは、感謝知ってる人とかを思い浮かべて、よし、じゃあみんなの分も頑張るかみたいな。これまで支えてくれたから、その思いを答案にぶつけるかっていう、俺元気玉って呼んでんだけど、オラに元気を分けてくれみたいな。で、その元気をそれまでに集めてきたっていうのを思い返して、よし、あとはこのみんなからのパワーを答案にぶつけて合格だみたいな。っていう気持ちで待ってる。始まるまで。でも、そうやって切り替えられるのは、それまで胸張って自分はめちゃめちゃ勉強したって言えることが前提だから、試験本番メンタルがダメだった人は、一旦次の試験に向けてめちゃくちゃ頑張って、もうこれ以上ないぐらい頑張って、リベンジ果たす。で、その時に、こんだけ頑張ったんだから。っていう、もう切り替える。もう意図的に、これはもう受かるための試験だって、強く信じて、もう突き進むしかないよね。いや、俺ほんと別に試験のたびに完璧だって思って言ってるわけじゃないから、あれ出されたら積むなっていうのをたくさんいろんな単元あるけど、いろいろあるけど、どうにかなるっしょっていう、いつもそういうメンタリティ。いい意味で自信過剰になるのが、合格の近道なんじゃないかなって思うけどね。メンタル回復したーそういう精神科開こうかな。院長になろうかな。ということで、今回受験におけるメンタルについて話してきましたが、メンタルをね、コントロールすることは結果的に勉強の量にも質にもつながっていくと思うので、今回の動画を参考にメンタルを整えてもらえたらいいなと思います。